マリサー、そもそも、貧困って何なの？どうしたレイム、深刻だね。意外と、このチャンネルの利用者って、基本的なところで困ってる気がするの。例えば、明日食べるものにも困るよ、と言いながら、スマートフォンを持ってる友達がいたりするじゃない？それって貧困なの？なるほど、確かに基本的なところだぜ。ズバッと言ったのはアダム・スミスかもね。アダム・スミス？ 18世紀を生きた、経済学の父と言われる人物だ。彼は必需品を2つに分けた。必需品 A は、生活に必要なもの、必需品 B は、信用に必要なものだ。食べるとかは、生活に必要なものだね。そうなんだ。必需品 A には、最低限の食事や、投資しないための衣類寝具などが含まれる。一方、必需品 B は人間生活を送る上で、信用を維持するために必要なものだ。わかりやすく言えば、お葬式の際に、香典が包めるかどうかとか、子供にとっては、修学旅行に参加できるかとかは大きい。なるほど、必需品 A だけでは、信用が維持できないってことだね。現代の携帯電話は、多分に娯楽的要素を含んでいるけど、もし必需品 B だと考えれば、持てないものもある種の貧困。ただ、必需品 A が不足している貧困も世界には膨大に存在するから注意が必要だ。それが、絶対的貧困なんだね。そうなんだ。今日は、生活に困ってしまう絶対的貧困の定義や、その実態を掘り下げてみよう。日本により関係が深い、相対的貧困については、次回取り上げるので待っていてほしいぜ。よろしくお願いします。まず、定義から言ってみよう。絶対的貧困とは、人間生活にとって最低限必要とされる衣食住などのニーズが満たされない状態のことだ。最低限の衣食住が手に入らないんだね。そうなんだ。ある意味、わかりやすい。最低限の衣食住というバスケットを作って、それを変えなければ絶対的貧困だ。相対的貧困というのは、その逆で、必要なバスケットではなく、周囲の生活水準との比較で考える。なるほど。必要なものが買えるかどうかじゃなくて、周りより貧乏なら、相対的貧困なんだね。そうなんだ。日本の生活保護は、絶対的貧困から相対的貧困に考え方が変わってきた。なぜなら、絶対的貧困だと、どのバスケットを最低限とするか専門家によって意見が分かれてしまう。確かに、どこを最低限とするかでわからなくなるね。一方、本当に生命に関わる貧困を考えるときは、周りとの比較ではなくて、絶対的貧困で考えた方が良い。そこで、貧困撲滅を掲げる世界銀行は、ここに一つのラインを設けて、それより下は危ないと考えた。この表を見てくれ。これが世界を考える貧困ラインなの？そうなんだ。まず一番上の行を見てくれ。世界銀行は2015年に、2011年の購買力陛下 PPP に基づき、1日の最低生活費を $1.90 ドルとする、国際貧困ラインを設定したんだ。1日の生活費が $1.9 ドル以下だと、絶対的貧困ってこと？そうなんだ。同じ行を右に見ていってくれ。単純に月間だと58ドル、年間だと694ドルが国際貧困ラインになる。その右は、日本円に換算しているんだね。為替レートは異論もあると思うが、感覚をつかむ上で便宜上、1ドル110円にしてみた。そうすると、1日209円、月に6357円、1年で76,285円の生活費が絶対的貧困のラインになる。1ヶ月の生活費が6300円。衣食住、全部合わせてってことだよね。そうなんだ。購買力陛下を使っているので、まあ、日本の物価そのままで、考えてみればいい。無理。マリサ、無理だよ。そうなんだ。絶対無理だ。ただ、後で詳しく説明するが、世界の1割ぐらいの人はこのライン以下で、生活している。ほんの、数十年前は、40% ぐらいの人間がこのラインで暮らしていたんだ。世界の常識は、日本の常識とは違うんだね。そうだね。大規模農園や鉱山地帯などで働きながら、銀行口座も持てないまま一生を暮らす。そんな世界はこの世にたくさん存在する。絶対的貧困の次の行は、もう少しマシなところなの？そうなんだ。世界銀行は、中所得国を2つに分けていて、1日 3.2 ドルと 5.5 ドルというラインを設けている。右の方を見てもらうと、それぞれ、月間生活費が1万円強と、1.8 万円ぐらいになる。月間生活費が 1.8 万円で、中所得国の上位に入るんだね。これまた、日本の感覚だと、1.8 万円では家賃を払うことも難しいから、中所得という感覚はピンとこない。これは開発途上国でも同じで、やはりこの世界銀行のライン設定は非常に厳しい。そこで、生命の維持を目的としたラインの設定を考えている人たちがいる。それが、エシカル倫理的な貧困ラインなの？そうなんだ。一番下のラインを見てくれ。1日 7.4 ドル、日本円だと月間 2.5 万円ぐらいの生活費は、生命維持のための現実的なラインだと考えているんだ。じゃあ、このラインで、絶対的貧困にしたらダメなの？世界人口の半分を超えてしまうんだ。どういうこと？
世界人口の半分以上の人たちは、このエシカルな貧困ライン以下で暮らしている。ということは、貧困撲滅という目標自体がナンセンスになってしまうんだ。そうか、もっと低いところに絶対的貧困を設定しないと、貧困撲滅という目標自体、無理だろってなっちゃうんだね。そうなんだ。最初に言ったが、絶対的貧困の問題点はどこに設定するかだ。貧困を減らしましたと希望を持つためには、$1.9 ぐらいにしておきたい。しかし、ここにこそ、世界の現実がある。実は、世界の半分以上の人たちが、生命維持ギリギリのラインより貧しい。それが世界の現実なんだね。おそらく、世界は多くの日本人が考えているより貧しい。過去に遡って、具体的な数字をグラフ化してみたよ。まずは、世界銀行のラインから見てみよう。これは、絶対的貧困のグラフなの？そうなんだ。最初に出てきた、1日$1.9以下で暮らしている人たちの割合を、1980年代から追っている。最初は 40% を超えていたんだね。そうなんだ。1980年代は、40% 以上の人が、1日$1.9以下で暮らしていた。ところが、貧困が減って、今は 10% ぐらいだ、と主張しているグラフだ。現実はこんなに甘くはないの？まず、世界各地で改善していると誤解しないことが大切だ。こっちのグラフを見てくれ。サブサハラアフリカの推移なの？そうなんだ。絶対的貧困がサブサハラでどれくらい発生しているかなんだけど、改善しているとは呼びにくい。そうだね。依然として、4割ぐらいの人たちが絶対的貧困の状態にあるんだね。世界全体だけで考えてしまうと誤解してしまう。からくりは東アジアだ。こっちのグラフを見てくれ。絶対的貧困の発生率、東アジアと太平洋。すごくない？ 80% のレベルからほぼほぼ絶滅しているよ。そうなんだ。世界銀行はミレニアム計画と称して貧困撲滅に力を入れたんだが、結局、人口大国の中国で、大幅に貧困削減が起きた、というのが実態なんだ。そうか、中国がここ50年で大きく変わったんだね。世界で絶対的貧困が減ったのではなく、中国で絶対的貧困が減ったのだ、と考えられる人が少ない。人口がアジアに偏っているということ、また、昔の中国がひどすぎたというのが、意外と盲点になりやすいんだぜ。中国以外で考えてみるってのも必要だね。一方、$1.9は少なすぎるので、今度は、1日$5.5以下で生活している人がどのくらいいるのか見てみよう。$5.5というのは、世界銀行の言うところの、中所得国、上位なんだね。そうなんだ。実態は、エシカルなライン、$7.4より低いが、生命維持には絶対的貧困より随分マシだ。そのラインの人たちが、70% 弱から 40% ぐらいに減ってきたということ？正確には、67% から 44% ぐらいまで減ってきた。ここが、世界各地で1割を下回ってくれると、随分、貧困は減ったと言えるかもしれない。そうだね。本当の意味で、必要最低限の衣食住が確保できれば、そこに少しは希望が持てるよね。一応、$5.5ラインのサブサハラを上げておこう。1日$5.5以下で暮らしている人が、サブサハラにどれくらいいるかだね。これを見ると、80% を切ることはないんだね。そうなんだ。全く改善していない。むしろ、1日$5.5以上の生活費で暮らせる人々は非常に稀だ。全体として、貧困で常に生命の危機にさらされている状態なんだね。一方、大きく変わった東アジアを見てみよう。同じグラフで、今度は東アジア。100% ラインから 20% まで下がっているよ。そうなんだ。果たして、$5.5を中所得と呼んでよいのかは、異論もあるけど、東アジアは、そのゾーンに入ってきた。サブサハラや南アジアとは別に考えられる時代になってきた。これを見ていると貧困は改善できるということ？難しい質問だぜ。みんなが、中国の真似をすれば良いと考える人がいる。一理ある。産業構造の転換が、貧困脱出には不可欠だ。だが、各国の文化や価値観、そして途上国同士の競争が待っている。そうか、それで地域間格差が大きくなったりするんだね。さて、今日はそろそろ時間なので、これくらいにしておこう。本当に基本だけですが、絶対的貧困について説明してみた。レイム、どうだった？絶対的貧困の定義と、そのライン決めが難しいことがよくわかったよ。現実には、世界の半分ぐらいの人が、必要最低限の衣食住を割り込んだ暮らしをしているんだね。そうなんだ。日本の暮らしを考えると、この人たちから搾取できるものは少ないから、世界の絶対的貧困イコール日本の豊かさ、といった単純な構図ではない。むしろ、日本より豊かな世界の上位 0.001% と、下位 50% の総資産額は同じだという、極端な構図に注目が集まり始めた。貧困が縮小しているというより、格差が広がり続けているんだ。世界の格差についても動画を作っているので見てくださいね。本日はご視聴いただきありがとうございました。皆様のご質問やご意見を、コメント欄でお待ちしています。
また、チャンネル登録してくださった方や、ご評価くださる方に感謝します。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうだぜー。